こんにちは。Python VTuber のサプーです。今日は Web アプリ作成の第一歩、フラスクを使った Web アプリ作成の基本について解説したいと思います。実はこのチャンネルを開設した当初から Web アプリ作成の解説動画を作りたいって強く思ってたんですよね。なので今回は気合を入れて作りました。以前 Web アプリじゃなくてデスクトップアプリの作成の解説動画は出していて、ものすごくたくさんの方に見てもらってとっても嬉しかったんですが、でもやっぱり Web アプリの方がデスクトップアプリよりも便利だし、実際の私たちの生活の中でも Web アプリの方が使うことが多いんじゃないのかなって思うので、みんなに早く紹介したいなって思ってたんです。この動画ではフラスクっていうのを使いながら Web アプリの基本的なことを解説して、実際にフラスクでシンプルな Web アプリを作る実演をしていきます。かなり長い動画になっちゃったんですが、この動画を見たら自分ならではのオリジナルの Web アプリを作ってみようって思えるんじゃないのかなって思うので、ぜひ最後まで見てみてください。このチャンネルは無料の Python プログラミングスクールっていうコンセプトで Python に関する情報を発信しているので、よければチャンネル登録よろしくお願いします。まず Web アプリって何ってことなんだけど、Web アプリは Web ブラウザーで見たり操作することができるアプリです。例えば Chrome とか Edge を起動して YouTube のサイトを見たり Gmail を開いたりしますよね。こういうアプリが Web アプリになります。で、Web アプリを作成するのに今回 Flask っていう Web アプリケーションフレームワークっていうのを使います。フレームワークって略して言ったりもします。このフレームワークって何かっていうと、Web アプリを作るために必要な機能をあらかじめ用意してくれているものです。なんかそれってライブラリのことじゃないって思うかもしれませんが、フレームワークはあらかじめ用意されていた機能を使うために、そのフレームワーク独自のルールにのっとってコードを書く必要があるっていう部分が、単品の部品で成り立っているライブラリとはちょっと違うかなって思います。この動画の中でも、この部分がフラスクの独自のルールの部分ですよって解説していくので、この動画を見ているうちに、フレームワークってこんな感じなのかって理解できるんじゃないのかなって思います。で、フレームワークって世の中にいくつもあるんだけど、Python で一番有名なのは Django っていうフレームワークですね。Django はフレームワークとしてあらかじめ備えられている機能がとっても多くて、Python で大きい Web アプリを作ったりするときによく使われます。今回使うフラスクは Django とは対照的に必要最低限の機能だけを備えたフレームワークで、比較的小さい規模の Web アプリを作るときに使われることが多いです。今回はフラスクを使って簡単な Web アプリを実際に作っていきながらフラスクの使い方を解説していきます。で、Web アプリを作るためにはいろんな技術を使っていくんですが、今までほとんど解説していないし使っていなかったもの、HTML とかデータベース、SQL とかこういったものも使っていくんですが、この動画の中では今回作るアプリで使用する必要なことしか説明しません。本当はそれぞれちゃんと説明したいんですが、全部を一から細かく説明するとあまりにも長い動画になっちゃうので、それぞれについてはまた別の動画で解説しますね。前置きがかなり長くなっちゃったんですが、ではまずフラスクの大まかな構成を説明していきますね。Web アプリで表示される Web 画面は HTML っていうマークアップ言語っていうのを使って表されます。HTML は各括弧で表されるタグっていうものを使って画面の中の内容、テキストとか画像とか画面全体の構成とかを表します。一つの画面に対して一つの HTML のファイルからなっていて、拡張子が HTML になっています。この HTML がまずフラスクの Web アプリを構成する大きな要素の一つです。で、Web の画面にアクセスするときって URL ってありますよね。Web ブラウザーの一番上のこの部分に表示されているテキストです。この URL は Web 上での住所になっていて、Web ブラウザーはこの住所に対してリクエストっていうのを出しています。リクエストっていうのは文字通り何々してくださいっていう要求になります。で、Web アプリ側は Web ブラウザー側から〇〇してくださいって要求、リクエストが来たら、はい、これですねって返事をしてあげるんですが、これがレスポンスって言います。で、こういう URL にリクエストが来たら、Web アプリ側ではこういう処理をするっていうのを紐付けるのをルーティングって言います。
このルーティングはフレームワークを使って Python ファイルの中に記載します。だんだん頭が混乱してきましたかね。今はなんとなくの理解でも実際にコードを書いていくところを見たらイメージができると思います。それでは実際にコードを書いて Web アプリを作っていこうと思うんですが、その前にフラスクは事前のインストールが必要なので、まだインストールしていない人は pip install フラスクでフラスクをインストールしておいてください。あと、Jinja2っていう HTML に Python のデータを埋め込むテンプレートエンジンっていうのも使いたいので、pip install Jinja2 ってコマンドで Jinja2 もインストールをしておいてください。フラスクアプリのフォルダー構成はこんな感じになります。アプリの名前、ここではフラスカーって名前でフォルダーを作って、その下にさらにテンプレーツっていう名前のフォルダーを作って、このテンプレーツの中に HTML ファイルを作っていきます。フラスカーってフォルダー名は自分の好きな名前に変えても大丈夫ですが、テンプレーツって名前は変えないでください。変えると Web アプリが動きません。これはフラスクっていうフレームワークの独自のルールになります。で、フラスカーのフォルダーの中に Python ファイルを入れていきます。あと Python ファイルが入っているこの階層にアンダースコア、アンダースコア、イニット、アンダースコア、アンダースコア、ドットパイっていうファイルを作っておきます。これに何を書くかっていうのは後で説明しますね。フォルダー構成はこんな感じです。では、実際にコードを書きながら、このテンプレートの中に作る HTML ファイルに何をどうやって書くかを説明しますね。まず、トップ画面を作ってみたいと思います。トップ画面の HTML ファイルを index.html っていうファイル名で作ります。まず、HTML を書くときは、山括弧、エクスクラメーションマーク、ドックタイプ、HTML、山括弧っていうのを先頭につけます。これは、これから HTML を書きますっていう宣言になります。次に、HTML っていうタグを作ります。タグっていうのは、この山括弧でくくられたものになります。タグは基本的に開始のタグと終了のタグがあります。例えば HTML っていうタグの場合、開始タグは HTML で、終了タグはスラッシュ HTML です。で、この HTML タグの中に実際に HTML を書いていきます。で、このタグには属性というものがあって、この山括弧の中にキーイコール値みたいに何か値を設定することができます。この HTML タグにも属性を指定できて、lang イコール JA っていう風に指定すると、このページは日本語ですって Web ブラウザー側に伝えることができるので、lang の属性を設定しておきます。次にヘッドタグをかけます。ヘッドタグの中に書く内容は、Web 画面に表示される部分じゃなくて、この HTML の設定を書いたり、ドキュメント全体のメタ情報を宣言する部分になります。このヘッドタグの中にメタタグとタイトルタグを書きます。メタタグは終了タグがないちょっと特殊なタグです。このメタタグは属性キャラセットに UTF-8 っていう文字コードを設定しておきましょう。タイトルタグの中にはこのページのタイトルを書きます。これは Web ブラウザーで開いたときに Web ブラウザーのタグの中に表示されるテキストになります。一旦ヘッドタグの中はこの2つのタグを書いて終了で、その下にボディタグを書きます。で、このボディタグの中に書いたものが Web 画面で表示される部分になります。実際に何か書いてみようと思うんですが、まずよく使うタグを紹介します。まず H1 タグ。これは見出しを作るタグです。今回、サプ書店っていう Web ページを作ろうと思うので、H1 タグの中にサプ書店っていう風に書いておきます。H1 タグよりも一つ小さい H2 タグっていうのもあります。さらに一つ小さい H3 タグ。さらに一つ小さい H4 タグ、H5 タグ。こんな感じで段落を表すときに H なんとかタグっていうのを使います。このページではサプ書店の今月の新刊の一覧を表示させようと思うので、H2 タグの中に今月の新刊一覧って書いておきます。で、まだ新刊一覧を表示させることができないので、P タグっていうのを使って、今月の新刊情報はまだありませんって書いておきます。P タグは文章を一つのまとまりとして扱いたいときに使います。これでたったこれだけの Web 画面なんですが、これを実際にフラスクで Web アプリとして表示できるようにしてみたいと思います。HTML が作れたので、
Python 側からこの HTML を表示させるようなコードを書こうと思います。まず、__unit___.py っていう、こういったファイルを作って、この中を書こうと思います。この init ファイルは、これから作る Python ファイルがインポートされるときに実行されます。この init ファイルに、この Web アプリ自体の初期化処理を書いていこうと思います。まず、from flask import flask で、フラスクをインポートして、フラスクのオブジェクトを作成します。引数は__name___ にして、これを up っていう変数に代入しておきます。一旦 init ファイルはこれで OK で、次に main.py っていうファイルを作って、この中を書いていきます。from flask import up で、さっき init ファイルで作ったフラスクアプリのオブジェクトをインポートしておきます。次にこの main.py の中に index っていう関数を作ります。トップ画面にアクセスするときに実行される関数なので、index っていう名前にしました。さっき説明したみたいに、どのリクエストに対してどの処理をさせるかっていうルーティングを設定してあげる必要があって、この関数の上に、@root// っていうのを書きます。このスラッシュは Web アプリのトップの場所、トップの URL を表しています。つまり、この Web アプリの一番トップの URL にリクエストが来たら、この index っていう関数が呼ばれるように設定したっていうことになります。これも Flask っていうフレームワークの独自のルールですね。で、この index って関数が呼ばれたら、さっき作った index.html の画面を表示させたいんですが、レンダーテンプレートっていうフラスクの関数を使います。from フラスクインポートレンダーテンプレートで、レンダーテンプレートをインポートしておいて、で、このインデックスの戻り値、リターンのところにレンダーテンプレートの関数を指定して、この関数の引数に index.html を指定します。そうすると、このインデックスが呼ばれたときに、index.html が描画されるようになります。あと、最後に init ファイルのところに import flask.main で、このメインをインポートしておきます。これで、この HTML が表示されるようになります。では、フラスクの Web アプリを起動してみようと思います。Mac のターミナルや Windows のコマンドプロンプトや PowerShell といったコンソール画面から、このコードが入っているフラスカーファイルと同じ階層まで移動します。で、Mac ならエクスポートフラスクアップイコールフラスカー、エクスポートフラスク演舞イコールディベロップメント。Windows のコマンドプロンプトなら、set フラスクアップイコールフラスカー、z フラスク演舞イコールデベロップメント。Windows の PowerShell なら、演舞フラスクアップイコールフラスカー、演舞フラスク演舞イコールデベロップメント。で、コマンドを打って、フラスクのアプリを PC の環境変数に一時的に設定してあげます。フラスクアップで設定する値は、さっきのフォルダ名と揃えてください。で、最後にフラスクランっていうコマンドを実行すると、この URL、http://127.0.0.1 の5000、この URL にアクセスしてみます。そうすると、こういうのが出てきました。どうでしょう？ Web アプリを作るのに、そこまでたくさんのコードを書かなくても、とりあえず画面を出すことができましたね。ちなみに、この URL なんだって感じですかね。http://127.0.0.1:5000っていうのは、ローカルホストサーバーの5000番ポートにアクセスしているっていうことになります。ローカルホストサーバーっていうのは、フラスクを実行して自分のコンピューターの中に立ち上げた Web サーバー、Web アプリを提供しているものっていうイメージです。で、ポートっていうのはデータを受け渡しする入り口みたいなイメージです。なので、このコンピューターの中にある Web アプリを提供している Web サーバーの5000番っていう入り口に Web ブラウザーでアクセスしているっていうことになります。ちょっと難しいですかね。いつも Web ブラウザーで何か Web ページを見るときに、インターネットを通じて自分の PC の外のデータを見ていると思うんですが、今回は自分の PC の中に
Web アプリを提供しているものが存在していて、Web 画面からそれを見ているっていうことになります。今、ただ HTML に書いたものだけが表示されているんですが、次は Python 側のデータをこの画面に表示させるように改良したいと思います。例えば Python 側、このインデックスの関数の中に、本のタイトル、本の値段、入荷の日、これらの情報を持っていたとします。これを一つの辞書にキーとバリューで設定しています。これを HTML 側に渡したい場合、この戻り値に設定しているレンダーテンプレートの引数に設定してあげます。引数の名前は何でもよくて自分で適当に決めましょう。今回は Book っていう名前にしました。この Book っていう名前は HTML 側で使う名前と同じになります。ちなみに今回は一つだけの引数にしていますが、引数はいくつでも作っていくつでも渡すことができます。渡したい Python オブジェクトの数だけ設定してあげましょう。で、今度はさっき書いたインデックス HTML を開いて、レンダーテンプレートで渡した Book の値を表示させてみようと思います。この今回の新刊情報はまだありませんっていうところをこんな風に変更しました。表示させたいところに二重の波括弧を書いて、その中に book.title で、引数で渡したこの book っていう辞書のオブジェクトのキーがタイトルの値をこの中に埋め込むことができます。同じように book のプライスをここに埋め込んで、book の arrival day をこの場所に埋め込む。こんな風に書きます。ちなみにこの二重の括弧でくくると Python のデータが HTML に埋め込むことができるっていうこの仕組みはテンプレートエンジンっていう風に言って、さっきインストールした神社2っていうライブラリの機能になります。では、この状態でさっき開いた画面を更新してみましょう。この画面の更新ボタンを押してみると、こんな風にさっき Python 側で持っていたデータを Web 画面に埋め込むことができました。もう少しこの神社2のテンプレートエンジンを駆使して、この HTML の表示を変えてみたいと思います。さっきの Book っていう引数のデータは一つの辞書だったんですが、今度は要素が辞書になっているリストに変更しようと思います。つまりリストを作って、このリストの一つ目の要素が一つの本のデータが入っている辞書。二つ目の要素をもう一つ新しい本の情報の辞書。こんな風に書きます。そしてレンダーテンプレートの引数にリストになった books っていう変数を指定してあげます。で、HTML 側では波括弧%法変数 in リスト%波括弧で for 文を作れて、波括弧%end for % 波括弧この中の部分が繰り返し表示されることになります。Python のいつもの for 文と同じで、この場合だと books っていうリストから一つ要素が取り出されて book に代入されて、その book のタイトル、book のプライス、book の arrival day がこの HTML に埋め込められて、そして繰り返し表示されるっていうことです。一旦この状態でまたこの Web ページを更新してみましょう。そうすると、この一つ目の腹ペコ青虫の本の情報に加えて、二つ目のブックの情報、グリとグラムも表示されましたね。あと、見栄えをもうちょっと一覧っぽくするために、HTML のテーブルタグを使おうと思います。この繰り返し表示させていた部分をちょっと変更しますね。さっきまで書いていた H2 のところまでは一緒で、この H2 の下の部分をこんな風に変更してみました。テーブルタグを使うと、この中にテーブルが表示できます。で、属性ボーダーイコール1を設定すると、テーブルの枠を表示させることができます。テーブルの中の1行を表すのは tr っていうタグで、この tr を一番初めにまず書いたら、この th、テーブルの見出しのタグを作ります。この1行の中に3つの見出しがあるっていう感じですね。見出しが入荷日とタイトルと金額にしました。で、この見出しの下の部分に本の情報を表示させていきたいので、tr でまた1行を追加します。で、この tr の中に td タグを作ってテーブルのデータを設定します。
1つ目のデータが Book の Arrival Day。もう1つ目のデータが Book のタイトル。もう1つ目のデータが Book のプライス。これはさっきと同じですね。で、このテーブルのデータの部分を法文で繰り返し表示させる。こんな風に変更してみました。この状態でまたこの Web ページを更新してみると、こんな風にテーブルデータになりました。どうでしょう？結構すっきり一覧表が表示できましたね。あともう一つ、神社2の使い方で if 文を使って表示を変えてみようと思います。もしもこの Books に渡されたリストが空じゃなかったらこのテーブルデータを表示させるんですが、もしも空だったらさっきと同じように今月の新刊情報はまだありませんって表示させてみようと思います。HTML の中に if 文を作るには、波括弧パーセント if 条件式波括弧パーセントで if 文を作って、この条件式の部分が true だったら、この中の HTML が表示されて、波括弧パーセント else パーセント波括弧で、この条件式が false だったら、ここの HTML が表示されます。で、一番最後は波括弧パーセント end if 波括弧パーセント if 文の終了を宣言します。今回は Books のリストが空であるっていう条件にしたかったので、Books イコールイコール空のリストっていう風に書いています。普通の Python と同じように else じゃなくて elif も使えて、波括弧パーセント elif 条件式パーセント波括弧っていう風に書きます。HTML の変更はこれにして、今度メインの方はさっきと同じデータのままにしておきます。そしてこの Web 画面の方をもう一度更新すると、特に何も変わっていませんね。渡されてきた Books のリストは空のリストじゃないので、ちゃんとテーブルが表示されています。今度は Books を空のリストにして引数に設定してみます。この状態でこの Web 画面を更新してみると、今度はテーブルじゃなくて新刊情報がないよっていうメッセージに変わりましたね。こんな風に Python のデータによってこの Web 画面の表示を変えることだってできるんです。次に新しい画面を作ってトップ画面からその新しい画面に移動させてみたいと思います。テンプレートフォルダーの中に form.html っていう新しい HTML ファイルを作ります。ここにさっきと同じように HTML を書くんですが、ボディの中の H1 サプ書店っていうのはさっきと同じです。で、その下に P タグで新しい画面ですっていうこれだけを書きました。インデックス HTML のトップ画面からこの画面に移動させるのには A タグっていうのを使ってリンクを表示させます。index.html のファイルの中の if 文の終わりのそのさらに下にこういった A タグを書きました。A タグの中の href っていう属性に二重の波括弧を書いて、その中に URL4 括弧って書いて URL4 関数を呼び出します。波括弧2つは神社2の埋め込みですね。URL4 の関数の引数には、このリンクをクリックしたら実行させたい Python の関数名を指定します。今回は form っていう関数を指定します。これはこの後作る関数です。で、この指定した関数名に紐づく URL がこの URL4 関数の戻り値になるので、実際にこの href の属性に指定される値は、この引数の名前の関数に紐づいている URL の値になります。ちょっとこんがらがっちゃいそうですね。整理すると、A タグの href の値を URL4 括弧 form でしたら、このリンクが押された時に Python の form っていう関数が呼ばれます。で、A タグの中に編集っていう文字を入れておきます。これがリンクになるテキストです。次に main.py のファイルにフォーム関数を書きます。編集っていうリンクが押された時に実行される処理をこのフォーム関数の中に書いておきます。今回は単に新しい画面 form.html を表示させるだけなので、return render template form.html こういう風に戻り値を指定します。そしてインデックスと同じようにルーティングも設定します。アットマークアップルートフォームで、
このフォームの関数の処理とフォームっていう URL を紐付けます。これで index.html の編集っていうリンクを押したら、このフォーム関数が処理されて、form.html の画面が表示されるはずです。実際にこの画面を更新してみると、編集っていうリンクが表示されましたね。で、この編集っていうリンクをクリックしてみると、さっき作った新しい画面ですって書かれている HTML が表示されました。これは Home HTML ですね。URL もちゃんと Form っていう風になってます。では次にデータベースを使ったデータの管理を解説したいと思います。今回はフラスクをインストールすると初めから入っている SQLite っていうデータベースを使います。データベースっていうのはデータを貯めておくところです。今回使う SQLite っていうデータベースは表形式のデータを貯めておけるデータベースです。非常にコンパクトで小規模なデータベースでデータを1ファイルだけに溜め込むタイプのものです。データベースの中にある表形式のデータ、この表に対してデータを追加したり削除したり更新したり抽出したりすることができます。この一つの表のことをテーブルっていうふうに言います。データベースに対するこういったデータの追加や抽出っていった操作は SQL っていう言語を使って書きます。この SQL の書き方についてはこの後説明しますね。Python 側からこの SQLite を扱うとき、SQLite3 っていうライブラリを使います。で、今回は Books っていうテーブル名で、テーブルの列の名前、カラムの名前がタイトル、プライス、アライバルデイになっているテーブルを作って、そこにデータを登録していこうと思います。なので、まずデータベースに空のテーブルを作ります。フラスカーフォルダーの中に db.py っていう Python ファイルを作って、import SQLite3 って書いて SQLite3 をインポートしておいて createBooksTable っていう Books のテーブルを作成する関数を作ります。この中で SQLite3 のコネクトを呼び出してデータベースへの接続用のオブジェクト、コネクションオブジェクトを作ります。コネクトの引数に設定するこの文字列はデータベースの名前になるんですが、このデータベースの名前は何でも OK です。データベースの名前は定数として扱いたいので、関数の外に大文字でデータベースイコールで定義しておいて、この定義した定数を呼び出すようにしておきますね。で、コネクションオブジェクトのエグゼキュートメソッドを呼び出して、この引数に create テーブルの SQL 文を文字列で指定します。create テーブル、テーブル名、丸括弧、一つ目のカラムの名前、二つ目のカラムの名前、三つ目のカラムの名前、こんな感じで SQL 文を書くので、今回は create テーブル、books、括弧タイトル、プライス、アライバルデイ。こんな感じになりますね。ただ、この create テーブルの文だと、もしすでに books っていうテーブルがあった場合はエラーになってしまいます。なので、create テーブルの後ろに if not exists っていうのをつけてあげます。で、最後にこのコネクションオブジェクトのクローズを呼び出してデータベースとの接続を閉じます。これで必要なテーブルを作成する関数ができたんですが、これをどこで呼び出すかっていうと、アプリの初期化処理として init ファイルの中に書いてあげます。なので init.py の中に from flask import db db create books table っていう風に書いておきます。これで空のテーブルが作られます。次にこの Books のテーブルからデータを取得するコードを書こうと思います。main.py のさっき作ったインデックス関数のところにデータを抽出するコードを書いたら良さそうですね。db.py と同じように import SQLite3 とデータベースの名前を定数として定義しておきます。で、さっきと同じように SQLite3 のコネクトのデータベースでコネクションオブジェクトを作成して、コネクションオブジェクトのエグゼキュートを呼び出して、この中に SQL を書きます。テーブルからデータを取得するには、select っていう SQL 文を書く必要があります。select アスタリスク from テーブル名で、そのテーブルのデータをすべて取得するっていう SQL 文になるんですが、この文字列をコネクションオブジェクトのエグゼキュートの引数に設定してあげます。で、この後ろに fetchAll っていうメソッドを呼び出して、select で取得した
すべてのデータを Python のリストオブジェクトとして取得するようにします。で、そのリストオブジェクトを DBBooks っていう変数に代入します。なので、この DBBooks の中には、データベースの Books テーブルのデータの1行が1つのタプルになっていて、それが要素になっているリストが代入されています。ちょっと難しいですかね。そしてさっきと同じように、このコネクションオブジェクトもクローズをしておきましょう。この取得した DBBooks のデータを今まで扱っていた事象オブジェクトのリストに変換するために、こんな if 文を書きました。DBBooks の1つ目の要素、つまりテーブルの1行目のデータの1つ目の列のデータをタイトルに指定して、2つ目の列のデータをプライスに設定して、3つ目の列のデータをアライバルデイに設定します。あとはさっきと同じようにこの Books をレンダーテンプレートの Books の引数に指定してあげます。一旦ここまででまた Web 画面を更新してみようと思います。この Web 画面をもう一度更新してみると、特に何も変化はありませんね。今、Books って空のテーブルは作ったんですが、データは何も入っていないので、Python 側の Books っていう変数は空のリストになっています。HTML の if 文の分岐によって、今月の新刊情報はまだありませんって表示されました。では、いよいよ最後のフェーズ、データベースにデータを登録してみようと思います。さっき作ったフォーム HTML をデータを登録するための画面に改良しようと思います。まず、index.html と同じようなテーブルのデータを作ります。テーブルの見出しの部分は全く一緒です。index.html はこの td、テーブルのデータの部分を for 文で回していたんですが、今回は for 文では回しません。テーブルのデータを記載する部分、td タグの部分をテキストボックスにしてみようと思います。テキストボックスを HTML で作るには、インプットタグを作って、タイプの属性をテキストにしてあげる必要があります。ネームの属性で Python 側でこのテキストボックスに入力された値を認識するための名前、アライバルデイをつけておきます。タイトルやプライスも同じようにテキストボックスを設定しました。次に登録のボタンを作ります。ボタンはテーブルの外側に作ろうと思います。テーブルの外側に一つ開業を入れて、またインプットタグの今度はタイプをサブミットにします。このタイプをサブミットにしてあげることでボタンが作れて、バリューの属性にボタンに表示させるテキストを指定します。今回は登録っていう文字にしました。で、最後にこの作成したインプットのタグをすべて囲むようにして、フォームタグっていうのを作ります。このフォームタグにはメソッドっていう属性があって、これをポストに指定します。ポストっていうのはリクエストの種類のことで、何かデータを送るときに主に使われます。ちなみに今までリクエストを投げてって話していたのは、ゲットっていうリクエストの種類で、ゲットはデータを取得するときに主に使われます。フォームタグの今度はアクションっていう属性に、二重の波括弧 URL4 をレジスターっていう風に指定します。URL4 はさっきリンクを作った A タグで使ったものと同じで、この登録ボタンが押された後に実行させたい Python の関数の名前を指定します。こうしておくと、この登録のボタンが押された時に Web アプリ側にポストでリクエストを投げて、テキストボックスに入っているデータを送ることができるようになります。で、main.py の Python 側に登録ボタンが押された時に実行される関数を書いておきます。さっき HTML で指定した通り、register っていう関数を作ってあげます。これがさっきの URL4 の引数に紐づいています。で、今までの関数と同じように、この関数へのルーティングも設定します。さっきと同じように、アットマーク、アップ、ルートで、レジスターっていう風に書くんですが、この後にメソッツイコール、ポストっていう風に書いておきます。こうすると、レジスターっていう Python の関数に対して、レジスターっていう URL が紐づいて、ポストのリクエストの場合にこのレジスターっていう関数が呼び出されます。で、Web 画面のテキストボックスに入力された値を取得するために、フラスクのリクエストをインポートしておきます。このリクエストには、ポストで送られてきたインプットボックスに入力された値が入っているので、
リクエスト、フォーム、各括弧、さっきのテキストボックスのネーム属性にした値を指定します。そうすると、さっきのテキストボックスに入力した値が取得できるので、それを変数に入れておきます。タイトル、プライス、アライバルで送られてきたこれらの値を変数に入れておきます。これをデータベースの Books のテーブルに登録したいんですが、データを新しく登録するには insert っていう SQL 文を書く必要があります。さっきと同じようにデータベースのコネクションオブジェクトを作成して、コネクションオブジェクトの execute メソッドを呼び出して、そこに insert into テーブル名、今回の場合は Books で、value、1つ目の列に入れたい値、2つ目の列に入れたい値、3つ目の列に入れたい値を設定するんですが、ここをクエスチョンマークにしておいて、文字列ではじめ指定しておいて、2つ目の引数にリストでタイトル、プライス、アライバルデイ、さっき取得した値を設定します。そうすると、1つ目のクエスチョンマークにこのタイトルが当てはめられて、2つ目のクエスチョンマークにプライスが当てはめられて、3つ目のクエスチョンマークにはアライバルデーの値が当てはめられて、Books のテーブルに登録ができます。この execute の後に commit のメソッドを呼び出します。で、そして最後にさっきみたいにコネクションをクローズさせて、Books テーブルへの登録は完了です。で、この後なんですが、登録の処理が終わったら自動でトップ画面に戻りたいなって思います。トップ画面を表示させるのって、この main.py のインデックスの関数が呼び出されて、index.html が表示されましたよね。なので、ここからさらに、インデックスの関数を呼び出して、index.html を表示させようと思います。レジスターの関数のリターン、戻り値に、リダイレクト、URL4 をインデックス。こうすることで、この main.py のインデックスの URL にリダイレクト、自動でその URL に転送されるようにできます。リダイレクトと URL4 は、from flask import で、インポート文を書いておいてください。ちょっとたくさん一気に説明したんですが、これでやっとこのアプリの全部のコードが完成しました。実際に Web 画面を更新してみます。もちろん、まだデータは何も登録されていないので、さっきと同じ画面ですね。で、編集のリンクを押すと、さっきと違って今度テキストボックスが3つ表示されました。入荷日が2021年7月22日、タイトルが腹ペコ青虫、金額が1200円っていう風に入力して、これで登録ボタンを押します。そうすると、このトップ画面のこの新刊一覧にさっき登録したデータが表示されましたね。同じようにもう一つ登録してみます。今度は2021年8月13日が入荷日のグリとグラっていうタイトルの本で金額が990円です。これをまた登録してみると、新しく追加されたデータもこの一覧に表示されましたね。こんな風にデータをどんどん登録することができます。もちろん、これはデータベースにちゃんと登録されているものなので、一度ブラウザを閉じて、もう一度アクセスしてみても、ちゃんとこのデータは残っています。ここでちょっとだけ見栄えを変えてみようと思います。CSS っていうスタイルシートって呼ばれるものを適用すると見栄えが変わるんですが、今回は CSS の説明については割愛します。フラスカーフォルダーの中に static っていうフォルダーを作ってあげて、style.css っていうファイルを置きました。で、HTML のヘッドのタグの中に、リンクっていうタグで、レルの属性がスタイルシート、href の属性が URL4 をスタティックファイルネームイコール style.css っていう風に設定します。これを index.html と form.html の両方に書いておきます。で、スタイルシートを適用してこの画面を更新してみると、こんな風に一気に見栄えが変わりましたね。もちろん見栄えが変わっただけでアプリの機能自体は変わりません。今回の動画の内容は以上になります。かなり盛りだくさんで長い動画になっちゃったんですが、Web アプリ作成の第一歩としてはかなりコンパクトにまとまっている内容かなって思います。もっと画面がたくさんあって大きめのアプリを作ろうと思ったら、フォルダー構成やルーティングの方法とかいろいろ変えた方が良いかなってところがあるんですが、今回はコード量の少なさと手軽さを重視した構成にしてみました。
あとは Web 画面上にもっといろんな種類のパーツを配置したいなって思ったら HTML のタグの種類をいろいろ調べることでいろんなパーツを Web 画面上に配置することができます。ぜひこれをきっかけにオリジナルの Web アプリを作ってもらえたら嬉しいです。本格的に Web アプリを公開しようと思ったら、セキュリティに関することも気をつけなくちゃいけないので、Web アプリのセキュリティに関してまた別の動画で解説していきたいと思います。動画の内容でよくわからないことがあれば、コメント欄に質問いただけたらできる限り回答したいと思います。この動画が面白いと思ったら、いいね、チャンネル登録してもらえたらとっても嬉しいです。Twitter もやってるのでよければフォローお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。